動画をご視聴の皆さん、こんばんは、ゆうです。本日は、Q&A 第2弾コーナーということで、回答の方をしていこうかなと思います。第1弾でもね、かなりの反響があって、動画をリリースした後に300件ぐらいまた質問が来まして、これは回答できないと思いましてですね、また第2弾コーナーというところで、お話をさせていただこうと思っております。たくさん質問をしていただけるのはいいんですけども、礼儀とかはね、最低限こうしてくれる人にだけは僕は回答してるんですけども、結構失礼な方も多くて、そういう人はもうオール無視しています。なんかしょうもないやつとか結構多いんですけど、そういう人はもうスルーさせていただいているので、そこはご了承ください。はい、ということで、凍結についてですね、なんか少し、プラスアルファで聞きたいよっていうところが、いくつかあったので、まず凍結についてのお話を少しさせていただきます。で、本日日曜日なので、その廃炉画面を見せることができないので、廃炉画面はまた、後日撮影してどんな感じになるのかっていうのをまた第2弾でね、お話しさせていただければと思います。で、プラスアルファでやっぱ聞きたいのが、この凍結はいくら稼いだらなるんですかっていうところなんですけど、本当にバラバラで、例えば作りたての講座っていうのは、すぐに結構凍結する傾向にあるんですよ。直近、例えば、10月に講座作成しました、11月に講座作成しましたっていう講座は、ここ最近の傾向だと、1000万いかずに凍結することが多いです。ただ、これって僕らの場合、多額のベッド、僕らっていうか僕のチームですね、と、僕の場合って多額のベッドをするんですね。で、だいたい平均ベッド数が、300万から400万ぐらいですね。から400万。で、これ2回エントリーしたらもう凍結しちゃうんですよ。凍結っていうのは5000円制限ですね。の方を食らうようになってます。なので、2回勝っちゃうと大体僕らは凍結するっていうことが、現在は起きているかなと。で、マイナスの口座の場合です。トータルマイナスの方って多分いらっしゃると思うんですね。例えば2016年からバイナリーオプションをやっていますとか、2017年でもいいですけども、口座がマイナスになっている状態、トータルで。その状態であれば、どんな手法を使っていても、まあ凍結しません。なので、マイナスである限りは、どんな手法を使っても全く問題ないです。マイナスの時は、凍結しない。これ例えば1000万、2000万マイナス食らってる方とかの口座僕運用したことがあるんですけど、何やっても凍結しないですね。これはもうすでに実験済みです。マイナスの段階で凍結することはない。これは、だから例えば今現状自分がマイナスで、日給1000万出たら凍結するんですかっていう質問とかもあるんですけど、いわゆる自分が1000万食らってれば1000万出したところで、凍結しません。だからプラマイゼロから、要はゼロの状態です。全く利益が出ていない状態までいったら、損もなく利益もなくですね。っていう状態であれば、そこから1000万ぐらい、約1000万ぐらいで凍結するよと、いう感じです。で、伸びる口座だと、本当に5000万、6000万っていう風に稼いでも凍結しない場合があります。多分これは平均ベッド数が高い方ですね。どういったアルゴリズムでその廃炉側が、凍結の対象、フラグを立てているのかっていうのは明確にわからないんですけども、だいたい今まで300口座ぐらい凍結されてきて分かったのが、平均ベッド数によるなと。例えば、作ったばかりの口座でいきなり500万ベッドとか行うと、やっぱ凍結するんですよ。だからいわゆる300万、400万ベッドも、なんていうのかな。連続で打たないとやっぱ凍結するんですよ。チャンスが連続で来そうな場面じゃないと、僕らもここは危険として新口座に関しては、あまりこう過激な取引っていうのをしないようにしています。で、マイナス口座とか利益がある口座、例えば半年、3ヶ月半年ぐらいですかね、履歴がある口座っていうのはもう基本的に、1500万ぐらいまでは、耐久するので、そういう口座を運用するようにしてるって感じですね。ただ、出金はできます。全部。凍結すると出金はできないのですかっていう質問が、あるんですけども、凍結っていうのも、結局ただの制限なんですよ、これ。勘違いしないでほしいんですけど、5000円ベッド制限がかかるだけです。で、1エントリー。
っていう風になるので、別にハイローが使えなくなるわけではなくて、5000円でエントリーすることは可能ですよと、いうことはあるので、それを僕らは僕が凍結っていう風に呼んでいるだけなので、基本的には出金は必ずできます。ただ、出金できない場合、何かっていうと、違法な取引です。本当に例えばスキャルピング取引とか、アービトラージとか、そういった取引を行っていると、ハイロー側から目をつけられて、まあ、バン食らって出金できないという状況がありますね。ただ、一般的にこう取引してて、そのアービトラージ取引とか、有効的じゃないし、そもそも勝てないし、まあまあ、普通に取引してる分には、何ら問題ないところですね。なので、稼いだ額で言うと、トータルで、1500万前後。1500万ですね。前後で、5000円制限と覚えてください。その前に、凍結の心配する前に稼げよって思うんですけどね、僕。凍結してから考えろって思うんですけど、まあまあ、凍結の話題が非常に気になるみたいなので、一応回答しておきます。で、凍結しても出金っていうのはされるので、全く問題ないです。ハイローは本当に良心的ですね。まあ一応、日本で言うと金融庁に届け出を出してなくて、金融庁からね、その違法の業者だなんて言われてますけども、こんだけ良心的な会社って僕ないと思います。日本のその FX、フォレックス系の証券会社の方は僕は悪徳と見てます。理由は何かっていうと滑りがあまりにもひどい。国内証券は滑りがかなり多いっていう話がありますので、僕はあんまり好きではないですね。で、僕、まあ、あんまり大声では言えないし、動画であんまり言っちゃいけないことなんですけども、とある、どこかっていうのは言いません。今の話の前提上、なんとなく掴み取っていただければいいんですけども、証券口座の社長さんがしてて、知り合いなんですけども、まあ、どこの国かも言いません、僕は。その方が言ってたのは、やっぱ滑らせるっていうことは言ってました。それも多額であれば多額であるほど、まあ、ロット数がいわゆる大きいほど滑りはあるっていう話はしました。でこれ何かっていうと、滑るのも仕方ないっていうの理屈が一つあって、大きなそのロットになると注文が一気に入るわけじゃないですか。まあ、株式でいう板ですね。それが入ってくると、どうしても間に合わずにね、注文の指値が間に合わずにダダダッと下がってしまうとか上がってしまうっていうことはあるみたいで、まあ、成り行きの場合はすごく気をつけた方がいいですね。指値でしっかり買えば、まあまあそんなに悪影響は出ないよっていうことはお話ししてたんですけども、成り行き注文の場合はやっぱりよくあるというふうなお話はされていました。まあ、そういう意味ではやっぱりハイローって特にね、大きな目立った滑りっていうのはないし、出金もね、すべてされているってことを考えたら、本当に良心的な会社だなと、僕は思っています。一番僕は信頼している会社ですね。本当にたくさんのバイナリーオプションの証券口座っていうのを持ってるんですけども、一番いいなと思ってます。まあ、海外で日本語対応してないところで良心的なところはあるんですけども、日本在住だと多分結構しんどいし、英語を話せないとしんどいところが、すごい多いんですね。VIP とかになると、本当に担当者が2人ぐらいついて、もう毎日電話来るんですよね、英語で。ほんとしつこいぐらい。今日は大丈夫かとか、取引ちゃんとできてるかとか、今日は調子がいいかとか、元気かとか、もう How are you だけで電話来るときありますからね。本当にどうでもいいですね。そういうのもあるぐらいなんですけども、そういう会社っていうのは本当に良心的ですね。しっかり出金もして、US ドルでしかできないんですけども、はい、そういう証券口座もあります。まあ、海外在住の方でね、その口座どこですかっていうお話があれば、またそれ、個人の LINE の方いただければ、教えますので、全然聞いてください。はい、次です。まあ、凍結に関してはこんなところですかね。だからまあ、トータル1500万稼いだ時点で終わりですよっていうことだけ覚えておいていただければと思います。で、おすすめの本ありますかっていうことを結構聞かれるんですけど、僕本読んだことなくて、いらないと思ってます。MT4 から十分こう学べるものってたくさんありますし、日々のね、その、チャートの値動きっていうのを見てたら別に本を見る必要はないかなと思っていて、例えば基本的な用語、基本的な用語ですね。用語集としては、一つありかなと思っています。ただ、まあ本じゃなくてもネットで調べればいくらでも出てきますしね。FX 用語みたいな。
Google で、FX、そうですね。FX 用語集とググればいくらでも出ますと。ということがあるので、別に基本的には、ググって調べれば十分かなと思っています。特に本とかは僕は読んだことはないです。はい。で、これに付随して聞かれるのが、これですね、独学で勉強されたのですかっていうところ聞かれるんですけども、僕は独学ですね。で、正しくは一番最初はシステムが入り口です。プロフィール見ていただければ、わかると思うんですけど、僕はすげえいろいろ買ったんですよ。極みトレード。P 入れた方がいいかもしれないですね。極みトレード、名古屋ですごい流行ってたやつ。なんだっけ、なんかいろいろあったんですよ。とか、なんかとりあえず5個ぐらい買いました、システム。5個じゃないですね、もっと買ってるんですけど、いろいろシステム買って、最初マイナス3000万です。マイナス3000万食らいました。焦りましたね、さすがにここまで食らうと。で、まずいなというところから独学を始めたというところですね。さすがに3000万もマイナス食らってたらね、シャレになんねえぞというところがあったので、これは自分で何か勉強しなければいけないと思い始めてからちゃんと MT4 を見るようになり、人に指導できるようになるまでこう育ったっていう感じですね、自分自身が。だから僕は本当にもう MT4 から全てを学んだと言っても過言じゃない、と思っています。なので、いちいちね、教材買うとか、コンサル買うとか、いらないっすね。本当に。本当にいらないと思ってます。で、システム買うやつは本当一番、他力本願ですね。システム買って、そのシグナルに従って負けましたとか、ロジック買って失敗しましたとか言ってますけど、その人が別に詐欺師なわけじゃなくて、多分その人本人は多分稼いでる可能性高いんですよね。ただ同じことをじゃあ自分ができるかっていうと、また話変わってくるよねっていうところだし、そもそも勝てないやつ売ってるのかもしれないしね。そこはちょっと僕は見たことがないからわかんないんですけども、僕が買ったのは少なからず全部バックテスト取ったら勝てないやつでしたね。極みトレードに関しては恐ろしい数字出てましたね。ブログの方でも書いてありますけども、バックテスト取ったら勝率 20% と、ここ直近1ヶ月の勝率ですね。という結果だったので、それはシステム買ったら勝てないわな、みたいな。話だったので、こうやってバックテスト取れる知識があるからね、僕は情弱という部類に入らないので、当然調べてね、お金を稼ぐことができますけども、何も情報なかったらね、これ稼げるよって言われてシステム売られたらそれ買っちゃうわっていう話なんで、やっぱ知識つけてガードするしかないですよね、こういう情報を。で、システムとかに頼らず、ロジックに頼らず、自分自身で何か見つけていくってことをしていくと、いらない教材買う必要もないし、コンサルティング買う必要もないしっていうのは僕は思っています。はい。それにシステム販売者も大して稼いでないしね、それこそ日給100万出しましたとかいうレベルであれば、いやいや、そんなのお遊びでしょっていう話なんで、1日張り付いて100万だったらアホらしいじゃないですか。1日張り付いたらやっぱり1000万は稼ぎたいなって僕は最低思ってるので、そのやっぱり、なんですかね、意識の高さと、なんかそのアッパーの高さっていうのはやっぱり比較していった方がいいんじゃないですかね。で、わざわざやっぱりコンサルティングを買う必要ないっていうのは、本当に MT4 から、ローソク足から、波形から、今見てるこの MT4 から十分僕は学べるものってあると思っていて、ここからあなたたちがどう学んでいくかっていうことを考えた方がいいんじゃないかな。結構高いじゃないですか。なんか最近のシステムとか情報商材とかコンサルティングとか、普通になんか100万200万したりとかもするので、その元金あったらもっと頑張れたんじゃないかみたいなことは思います。なんで他力本願になるぐらいだったら思いっきり他力本願になった方がいいっていうことですね。二択なんですよ。他力本願も。完全他力本願か、他力本願かっていう二択僕はだと思っていまして。このどっちを自分が選択するか。いわゆる完全他力本願って何かっていうと自動売買ですよね。で、他力本願っていうのは、システム、ロジック。システムっていうのは、あれですよ。シグナルツール。っていうことです。なので、この他力本願って中途半端に他力本願するんじゃなくて、完全に他力本願しろやと思うんですよ。
そしたら完全フローだし、もうこれで失敗しても別にしょうがないなって思えると思うんですよね。ある意味自分の手が込んでないし、なんかタイミング悪かったのかなとか、長い目で見たら回収できるのかなとか、いろいろあると思うんですけども、自身でやってたらそれやけになるし、自分の感情も入ってくるわけじゃないですか。クソーってなんでこのツール勝ててるって言われてるのに勝てねえんだよみたいなことになってくるんで、自分の裁量も交わってくるんですよ。もうそうなると当然そのロジックってもうめちゃくちゃっすよね。だから当たり前だけど勝てない。勝てないです。だから他力本願は勝てないです。だったらもう完全に裁量で頑張るとか、そういう選択肢を取った方がいいんじゃないですかね。なんでやってることが中途半端だから稼げないんですよっていうことは伝えておきます。はい、まあ自動売買はね、今最近ね、自動売買めちゃくちゃ購入されてる方が多いんですけどもね、すごいいい成果報告が上がってきてね、みんな稼いでくれて僕は嬉しく思うんですけども、その間に裁量勉強して、僕のブログ真剣に見てくれてね、取引履歴全部、メモって、頑張ってくれてる方が、なんかもう勝率すでに 70% 方とか、いらっしゃるみたいですごい嬉しいんですけども、十分だと思います、それで。僕は別にコンサルティングする気も全くないし、そういうのを販売する気も僕は今後一切販売はしません、そういうのは。まあこれは断言します。で、そういう中で、じゃあ何から学べるかって言ったらブログから一番学べると思うので、そのブログから自分がどう学んでいくかっていうところじゃないかなと、思います。で、次です。MTF 分析はされていますかっていうところなんですけど、まあ、MTF って何かっていうと、マルチフレーム、っていう訳詞なんですけど、マルチフレーム分析はされてますかっていうところですけど、マルチフレーム分析してないやつがありえないと僕は思ってます。MTF は最低限ですね。僕は基本的にどの足見てるかって言ったら、まあ、前回、動画 Q&A でもお話ししていたように、最低、まあ、1時間足までは、見てるよと、いうところです。まあ、1時間足まではちゃんと見ないと、その波形とトレンドっていう意味では、少し甘い、なんか妥協トレードになってしまう部分があるので、ちょっと待ってください。よいしょ。ですか。はい。この波形ですね、いわゆる。どこの波形を見ていくかっていうのは重要です。これだったら今、レンジ期間結構長いじゃないですか。いわゆるこれが、これがボックスレンジになるんですけど、こう分析すると、じゃあこれを見たときに、こうしたときに1時間足、今5分足でこう青い長方形引いたじゃないですか。引いた後にこれ15分でも分析すると。そうすると15分幅でこう見せてくれるじゃないですか。5分でもレンジ、15分でも、こういう波形だったんだ。地味に下り坂かと。30分足で見る。30分足もちょっと上昇からの下降。なるほど、なるほど。1時間足はもう同じ形ですね。でも下髭引いてる。でも上髭前にある。この前も上髭。結構上値は重たい感じはあるよな。4時間足見る。まだ陽線ではあるんだ。下降気味ではあるけど。ってことはまだ全然上昇しようとする力はここに残ってるんだな。ってなると、まあ様々分析できますよね。ここで言うと少し控えめで見ると、プライマリーは冷やしで見ると、上昇、リホットあと1、2、3波目。ただ3波目が短い。ということは3波でもうすでに終わる可能性が高いな。ということは下降かなと。ってことはライン引きましょう。ちょっとアプリが起動してない。ちょっとこれで。はい。ラインを引きましょう。パッと見のラインでいきますね。これ。こんなところかな。で、チャンネル引いてみて。冷やしのチャンネル、引くと。こんな感じですかね。ぐっちゃぐちゃですね、これだと。4時間足に見てみましょう。引きましょう。チャンネル引きましょう。なんかいろんなチャンネル引きますね、これは。はい。という感じで見てみると、上昇しそうですよね。こう、形だけ見ると。MA も乖離が今収縮してる段階ですね。入れてみましょうか、せっかくなんで。
GMM、めんどくさい。ちょっとこのチャートが、僕のメインチャートではないので、60とかにしよう。定規65、75で出しといて、短期を14、25。こんなところで出してると、やっぱり MA は収縮してる感じありますよね。ここの乖離があった時に逆バットして、下落。で縮小、上昇、乖離、縮小、乖離、起きたの反発、縮小。で、今いろんな足のものが上に開いたり下に開いたりしようとしてるから、今トレンドの転換期に入ろうとしていると、いうことは MA からわかります。で、ラインから引いてると、たくさんのサポート、レジスタンスはあるけども、上昇トレンドの押し目にも見えるという感じですかね。ただ、30分足とかで見るとちょっと下降し気味に見える。短期的に下がって、長期的に上がる目線になってますよね。はい。という分析ができると。これマルチフレーム使ってますよね。当たり前ですけども、5分足だけでこう、じっくり、みたいな感じで見せたら、もうわかんないですよ。短期足って基本的に難しいですからね。15分までの分析ってすごい難しいんですよ。30分、1時間、4時間足の方がよっぽど分析って簡単で、実は短期の方が難しいんです。だからバイナリーオプションって実は難しいんですよ。思ってるより。はい。だから短期売買ってこう、だから極めるとだから長期足も見えるから当然技術は上がりますよね。はい。なんでマルチフレーム分析はこんな感じでしてます。適当ですけどね。で、この時にやってほしいことが一つあって、おすすめのアプリを今からご紹介するんですけど、この GYAZO っていうのがあるんですよ。これじゃダメですね。GYAZO ってアプリがあって、この、ようこそスクリーンショットの瞬間共有みたいな、キャッチコピーすごいですね。これめちゃくちゃいいんですけど、皆さん使った方がよくて、何かっていうと、クラウド上にスクリーンショットをこう保存できるんですよ。で、僕の場合だとめちゃくちゃスクリーンショットあって、こうやって、勝った履歴、負けた履歴っていうのをこう全部残してるんですね。僕は勝率高いですからほとんど勝ったものになっちゃってますけど、こうやって、たくさんスクリーンショットを、保存できるんですよ。いわゆるブログで書いてるのとかこういうスクリーンショットで。フォルダにしちゃうと、普通のフォルダにしちゃうともう汚くてわけわかんないんで、僕はもう、専用、バイナリーオプション専用の、その GYAZO のアカウントっていうのを作っていまして、そこで全部バイナリーオプションのこの勝ったシーン、負けたシーンっていうのをすべて、まとめております。もちろんこの MT4 バージョンっていうのもあります。これのね。これは、ハイローの勝った瞬間のまとめ。で、MT4 の勝った瞬間、負けた瞬間のまとめ。そういうものを全部見て、僕は管理してます。その時のローソク足、ポジション取り、なんでここで入ったかって理屈も、僕は感情も日記にしています。はい。でちょうど面白いのがあったんですけど、こういう僕、昔のもあって、これは、2016年の10月1日の昔のハイロー画面ですね、いわゆる。の、取引映像ですね。ページ数もすごいですね。1073枚と。で、購入金額数が、すごいことなってるんですけど、これ何号ですかね。7、6、9、7、777、1、9、2、引く、8、8、4、7、4、6、はい、1、10、100、1000万、10万、100万、1000万、1億、単月で1億稼いだものになります。1億1490万6928、287円稼いだっていう感じですね。で、残高も3000万という感じで入ってます。こういう風な、記録もしっかり残してたりとか、はい、僕はちゃんとしておりますね。昔のちゃんと。これ昔あった通貨ペアなんですよ。ドルシンガ。
で、ペイアウト見ると恐ろしくて1.8なんですよね。今より期待値相当低いですね。1万円連打してた時ですね。多分元金がまだ少なかったです。はい。っていう風にこのアプリめちゃくちゃおすすめなんで、ぜひぜひ使ってみてください。これでね、マルチフレーム分析、勝った時の鉄板目、負けた時の鉄板目、そういうものを見つけていくことによって、自分のその知識っていうのが保存されていくということですね。はい。次です。めちゃくちゃ質問ありますね。多分1時間ぐらいの動画になります。バイナリーオプションを始めてどれぐらいで稼げるようになりましたかっていうと、僕結構遅い方で、23かなだから4年、5年前ぐらいですかね。ぐらいから始めたんですけども、どんぐらいだろう。最初半年は稼げなかったですね。1年ぐらいかかったかもしれないです。最初ね。確かもう僕はアフィリエイトがすごいメインで、アフィリエイトで月1億、2億っていうのを稼いでたんですけど、なんかなっていう、もっと稼げるのないかなっていうふうに思った時に、投資できれば、いずれかやりたいなってずっと目指してて、で、システムたくさん買ったけども、結果的にうまくいかなくて、みたいな感じだったんですね。で、そこから裁量日がいて、1年ぐらいで、稼げるようになったなって、でも1年って相当早いと思いますね。普通の人1ヶ月2ヶ月で稼げるようになりたいですみたいなことアホでかしてますけど、まあ無理ですね。僕は1年で早い方だなと思ってます。はい。次ですね。バイナリーオプションと FX どっちが難しいですか？これはお金があるかないかの判断ですね。元金が例えば、1000万とかある方は間違いなく FX やった方がいいです。FX1000 万以上かなからは、FX かなと思っていまして、理由は、ロットが入んないからなんですよ。バイナリーオプションだと。限度があるからっていうところがあります。少ない元金で大きく稼ぐっていうのがバイナリーオプションの魅力。大きなロットになるのが FX なんで、難しいか難しくないかっていう判断よりは、元金の大きさによりきりっていったところの方が正しいかなと。株式もこれ一緒ですね。株式もやっぱり、億トレとかになってくると、なかなか板難しいし、東証一部上場での取引しか、限られてくるんでね、板の関係上。なんで、億トレとかになるんだったら、やっぱり、そういう大きなところ、市場でしか戦えないかなと。で、難しさで言うと、あんまどっちもどっちじゃないかなって僕は思ってますけどね。僕はバイオップの方が個人的には好きですね。ストレスないんですよ。僕 FX やってる時結構ストレスになっちゃうタイプで、長期ホールド、スイング、デイトレスイング寄りなので、落ち着かないですよね、ポジション持ってると。根拠は持ってるけどもね、なんか、バイナリーオプションみたいに判定時刻っていうのがないので、そわそわしちゃうというのがあります。なんで、僕もあんまりメンタル的には、投資家向きではないんで、判定時刻はしっかりあった方が僕は落ち着くタイプですね。なんで自分がどっちの性に合うかじゃないですかね。もう長期でちゃんとがっちり勝ちたいっていう人は FX の方がいいし、もう結果がすぐに欲しいとか、そわそわしちゃうっていう方はバイナリーオプションの方が僕はいいと思います。ただバイナリーオプションの方がどっちかっていうと簡単かなと思っていまして、いわゆる FX って出口がない。FX イコール出口がない。BO イコール出口、出口がある。どういうことかっていうと、出口を決められてるって言った方が正しくて、例えばエントリーして15分後に勝手に判定されます。でも FX でエントリーして15分後に勝手に判定はされないので、必ず決められたゴールがあるので、FX の場合は2個考えなきゃいけません。入るポジションと出口。でも BO の場合は入るポジションだけ決めれば、あとは勝手に決まるものなので、イージーで言うとやっぱバイナリーオプションかなと僕は思っていますね。そこだけ見るとね。はい。足で見ると確かに長期束の方が、長期足か。の方が簡単さは出てくるかなと。一長一短あるかなという感じです。はい、次です。どの通貨ペアで取引をされていますかというところがあるんですけども、僕は、ハイローにある17通貨は取引はしてあります。クロス円、クロスドル、ハイローにあると全部ですね。あとゴールドも取引してます。で、結構ここで聞かれるのはおすすめの通貨ペアですね。通貨ペアはありますかと。個人的に好きなのはゴールド。あと
とは、好きな通貨、GBPAUD、BUR、どっちかか。まあでも、ボラが好きだから。僕、ボラール通貨好きなんで、この3つは結構好きですね。ただ、難しさで言うと、いや、難しいですね。ポンド王子なんかは特に難しい通貨じゃないかな。だから僕は、全通貨、基本的にエントリーはしてるんですけども、逆転劇とかを、なんかこう、綺麗な波形を作ってくれるって意味では、ボラがある通貨は好きですね。オセアニア系、難しいというか難易度高いなと思うのは、AUD、USD、NZD、US、あれ、D、USD。このあたりは難易度高いかなとは思ってます。簡単で言うと、なんだろう。いい印象があるですか。でもダントツ、あれですね、高いのは、勝率高いのは、スイス円ですね。スイス円、ここ最近で言うと、この2通貨は、ここ、直近、近の、勝率激高。この2つはめちゃくちゃ今高いですね。はい。逆に悪い通貨はクロス円かなと、思ってます。クロス円なんですけどね、どっちも。ただこの2通貨はズバ抜けて勝率いいですね。現状。はい。なんか、僕マルチフレーム分析、MTF 分析をするので、ヒゲがつく方が得意なんですね。なので、この2通貨はよくヒゲがつく通貨なので、まあ、あと言えばポンド円ですね。この3つ通貨はヒゲがつきやすい通貨なので、MTF 分析をされる方は非常にこう、相性がいい通貨じゃないかなと。で、MTF 分析をしない方で言えば、もうこの辺最悪ですよね。多分。この辺最悪。ドル円、ユーロドルぐらいじゃないですかね。単足エントリーの方は。はい。だと思います。エントリー口座額の何パーセントベットがおすすめでしょうか。もうこれ鉄板で 5% から 10% ですね。から 10%。もうこれ以上でエントリーしてるやつバカです、マジで。投資家としてセンスないですね。まあ、ちょっと言い過ぎたかもしれないですけど、いや、本当にセンスないと思っていて、何の根拠があってそこまで強いんですかっていうのがまず第一ですね。それで溶かすっていう方は多くて、強気でいく場面っていうのは当然あるんですけど、それ以上に資金管理、資産管理って投資家としてあるべき姿っていうのを忘れがちな方ってめちゃくちゃ多くて、僕以前生徒抱えてたんですけど、マジで怒ってましたね。めちゃくちゃ、僕20代なんですけど、普通に4、50代の方が生徒でいましたけど、生徒にマジブチギレ出ましたね。お前は投資家だぞと。ふざけるなよと。お前何のために勉強してるんだってめちゃくちゃ怒りましたね。やっぱ年下から怒られることってないし、なんですかね、大人になってなかなかこう怒られるっていうことないと思うので、めちゃくちゃお前とか言いながらブチギレまくって治りましたね。今その人今安定的に月500万稼ぎますからね。いや、すごいっすよ、本当に。いや、怒ってよかったなと思いました。なんで、あえてこう、僕普段そんなに、普段はめちゃくちゃ口汚いんですけど、人前に出た時はめちゃくちゃ言葉遣い綺麗だと思っていて、まあね、上場企業の社長さんとかとお付き合いもありますから、まあそういうのもあってね、やっぱ言葉遣いとか礼儀っていうのはめちゃくちゃこう大事にしてるんですけど、あえてこう、口を汚くするときはやっぱり怒るとき、相手に対してこうね、直してほしいとき、に言うんですけども、やっぱここはほんとクソ野郎って言いますね。ふざけるなと。投資家としてこの資金管理は守れと、僕は言います。で、これ守れないんだったらやめちゃえって思いますね。どうせなくすからお金。で、なんか一回なくしたらもう諦めて勉強代って思って、投資の業界やめた方がいい。本当に。センスない。それぐらい僕は言っておきます。で、守れば稼げるんだから。守らないから稼げないんだから。ここを間違えないようにした方が本当にいいですね。で、自動売買とか、まあ、EA って言われるもの、FX の自動売買ですね。フレックス自動売買に関しては、5% がベストですね。やっぱ長期で見ているもの、短期で見ているもので、だいたい5% か3% が5% ですね。
3%から 5% が推奨ですね。何かっていうと、自動売買って基本的に長期的な目線で見てます。短期的にどうこうっていうのを見てないので、長期で稼いでいくことを考えるとロット数は低い方がいいです。どうせ複利で回っていく考えなのでね。それがベストですね。なんで、ロット数が大きくなってきた、資金、元金が増えてきたら当然、バージョン、僕の自動売買で言うと、限定解除を行ったりとか、家で言うとロット数を上げたりとか、複利で回していくっていう思考が非常に大切ですね。はい。ただ、一定の期間で考えると、バイナリーオプションだと、少し、淡々と単利で、稼いでいくっていうのは、一つの考え方ですけどね。EA だとね、もっと複利で回した方がいい場面がいっぱいあるので。はい。という感じです。次。なぜ20番連打ではなく5番は10万ベッドなんですかっていうところなんですけど、これ凍結するからです。凍結するからっていうのが理由ですね。20万連打以前やったことあるんですけども、一瞬で凍結しましたね。むしろエントリーしてる最中に凍結しました。これはびっくりしたことなんですけど、それ以来20万連打じゃなくて5万、10万連打に変えました。はい。凍結しないようにっていう感じです。はい。次の質問です。口座は何個も作れるんですか？そして釈明取引は大丈夫なんですか？これはですね、口座は何個も作れません。1人1個です。必ず。で、僕はいっぱい取引してるのは、理由は秘密って言っておきますね。ここはあえて、動画で大々的なんでね。釈明取引は大丈夫か大丈夫じゃないかで言ったら大丈夫じゃないです。はい。ただ僕が、複数口座運用してるのはもしかしたら僕の全部口座なのかもしれないし、どの口座かわからないです。もしかしたら偽装なのかもしれないし、わからないですけども、そういうことはお話ししておきます。ただ、証券口座からすると一応違反にはなります。はい。ただ、違反って言ってもバレようがないんじゃないかなって僕は個人的に思ってるし、だからといって釈明取引を推奨するわけではないので、勘違いしないように。はい、次いきます。取引量が少ない通貨ペアもエントリーするのはなぜですか？チャンスがあるからだし、別にローソク足のね、本質は何も変わらないと。波形も変わらない。何も変わらないと僕は思ってるので、別に通貨ペアなんか関係ないです。で、めちゃくちゃ多いのが、推奨する通貨が、例えば、マジでセンスないやつ発表しますね。マジでこれね、日本の講師見ててほしいっすわ、この動画。この瞬間は。あとは、こっちかな。この4通貨だけ教えてるやついるんですよ。誰とは言わないです。誰とは言わないですけど、この4通貨だけでエントリーしてくださいとか、限定されてる場合ですね、通貨ペアが。本当にセンスないですね。バックテストが多分、この通貨ペア以外悪かった。またはバックテスト取ってないのどっちかなんですけど、限定通貨のノウハウってマジでクソです。いずれ稼げなくなるノウハウって思ってください。この世の中でね、稼げるノウハウなんてね、5個もないです。はっきり言います。5個ないです。永続的に稼げるノウハウは多分もっと少ない。多分3つ2つ1つっていう、ほんとその世界です。もしかしたら僕がたどり着いてるのかもしれないし、そうじゃないのかもしれない。ただ僕は今までやってきて散々バックテスト取ってきて分かったのは5個ないっていうことだけは分かりました。今現状ではこの直近未来、過去、は、10年、20年っていうのは僕のノウハウは全て稼いでいるんですけども、今後永続的に未来がそうなるかっていうのはまだ断定できてないので、僕は5個っていうふうにお話をしています。で、通貨ペアを限定すればするほど、そのノウハウって10年、20年になっていくと、どんどん悪くなっていく傾向にあります。はい。で、直近2年ですね。直近2年悪かったやつも大体もうクソですね。はい。なんで通貨ペア限定しているノウハウ、システム、ロジック、そういったものは本当に危険だと思ってください。全ノウハウ使えるものは正しい、傾向にあります。正しい、あくまで傾向ですよ。傾向にあります。それだけはお話ししておきます。だから僕は全通貨、取引できるので全通貨やってます。チャンス多いし、お金が増えるタイミングっていうのも大きくなるわけですから。はい、もうちょっとそろそろね、喋り疲れてきましたね。あともう少しですね。
どの時間、ごめん、もう、カミカミですね。どの時間メインで取引されてるんですかと、いうのがあるんですけどで、どの通貨、時間か。ですけども、僕は基本ロンドンメインですね。今冬時間なんで、日本時間でいう17時から、22時まで、こちらをメインにしてます。はい。なぜかっていうと、出来高が多いから、それだけです。日本時間とか、ニューヨーク時間っていうのもやるんですけども、一番ベッド数自信持って張れる時間っていうのはこの時間ですね。だからもう、サラリーマンの方最悪っすよね。一番危険な時間になるんですよ。エントリーされる方、働いてる方って。23時から5時。もうこの時間めっちゃ危険です。危険時間。まあ、23時はまだ安全かな。0時ぐらいかな。なんでかっていうと、ロンドンフィックス。ロンドンフィックスタイムに入るので、まあ、0時から2時ですね。なので、もう、ここら辺でエントリーしてる人も本当に危険、デンジャラスですね。僕も入るとき入りますよ。いいときいいっす。やっぱロンドンフィックスも出来高あって、すごいいいときあるんですけど、逆張りの人は結構辛い時間帯になるかなと。なんで僕も逆張りトレーダーなんで、結構辛い時間になりがちですね、この時間は。だから働いてる人ほど辛いですよ、実は。バイナリーオプションって。だから僕は自動売買でとりあえず不労所得得て、まずは、勉強する時間をね、たくさん確保してくださいっていう風にお話をしているんですけども、いわゆるこれなんですよ。働いてる人ほど負けやすい時間に遭遇しやすい、ということです。だからできるだけ不労所得、ね、何かしらで別に僕の自動売買じゃなくてもいいし、何でもいいんですよ。本当に何でもいいです。不用品転売して、毎月ね、生活工面できる、なんか、こうお金を稼いだりとかね。例えばこの深夜の時間にアルバイト入れて日中頑張るとか、そういうのでも何でもいいんですけども、まあ、とりあえず危険な時間帯に遭遇してるっていうことだけは間違いないと、いうことだけお話ししておきます。ただ僕はね、全時間一応取引はできますよ。ただ一般的にこう流出してるノウハウっていうのは、例えば、オシレーターで言うと RSI3070、ストキャスト、ゴールデン GC、DC、CCI、ADX ダイバー、MacD ダイバー、その辺が非常に多いと思うんですけども、逆張りで言うと、これらのノウハウはまずこの時間は危険だと思ってください。あとはボリンジャーバンド2シグマ3シグマ見てる人ですよね。それらもこの時間はバンドウォークしやすい時間ですから危険です。だから一般的に流出しているノウハウほどこの時間っていうのが危険だから、シグナルツール買ってる人、ロジック買ってる人っていうのは、負けてるというのはこの時間の傾向に多いんじゃないかなと僕は思っています。なんでぜひ一日も早く仕事を辞めてね、その裁量で頑張っていくっていう決意があるんだったら、その時間でエントリーすることを頑張ってほしいなと思っています。はい。もう、ここら辺で終わりにしよう。株などはやられてるんですかというところなんですけども、やってますけども、はい、やってます。以上。ただあんまりやってないです。軽く遊び程度です。はい。最後ですね。なんか、これは、あれか。システムに関してなんですけども、モード3、モード1、モード2っていうのがあるんですけど、もう、期間限定で、モード2だけにしてるんですけど、モード3もあるんですかと、バージョンアップあるんですかっていう風なお話なんですけど、あります。僕は皆さんからその自動売買を購入していただいた売上というのは全てバックテストの費用に回してましてですね、一切僕の利益にしてません。新しいものまた開発していいものできて僕も自社で回すのがね、またより良くなればいいですし、皆さんももっと稼げればそれはウィンウィンでしょって思うんで、はい。僕はそうしてるのでバージョンアップ今後、開発できればの話ですよ。あります。で、廃炉がダメになったらまた違うところの自動売買も持ってるので、それも提供します。はい。で、システムはこういつまで使えるんですかみたいな質問もあるんですけども、僕が生きてる限り永続的に使えるのでご安心ください。僕が死んでも、社員に任せるので、多分永続的に使えます。だからライセンスの期限とかそういったものは一切ございません。一生使って一生稼いでください。はい。そんなところですかね。あとシステムに関して多いのが、決済ページどこですかって言うんですけど、
ちょっと待ってください。こちらバーコードを読んでください。こちらのバーコードを読んでいただければ、基本的に読み込んで自動売買のご案内がいくと思いますので、こちらのバーコードリーダーを読み込んでください。で、もう一つが、ID ですね。こちら ID、入力していただければ自動売買の案内がいきますので、そちら動画見て、値段等々を見て、説明を受けていただければと思います。はい。なんで、自動売買は期待しててください。面白いと思います。そんなところですかね。約45分と、もう僕も話疲れてしまったので、普段あんまり会話しないんでね、もう疲れました。ということで、今日はたくさん回答しましたけども、結構ためになるお話、実用的なお話っていうのは非常に多かったんじゃないかなと、少し最後にまとめさせていただきますね。はい。凍結はいくら稼いだらなるかというと、平均、3、400万ベッド僕はしてるんですけども、それで新規口座の場合、新しい口座ですね。新しい口座の場合は2回ぐらい凍結、要は利益800から1000ぐらい凍結してますよというところです。で、マイナスの限りは凍結しないので、その間は何やっても凍結しません。トータルでだいたい1000万、1500万前後で、5000円の制限がかかります。で出金はそれに伴い、できないのかと思いがちなんですけれども、そんなことは一切ございませんと。これはハイローオーストラリアに限ってのお話です。今まで出金されなかったという事例は、僕は一度もございません。はい。で、5000円制限かかるだけなので、5000円制限かかってから僕は全て自動売買に回してます。なんで僕の自動売買で5000円で全て回している理由は、いわゆる5000円制限がかかったものを全部回してるっていうだけです。でおすすめの本はありますかっていうところなんですけども、基本的な用語はもう Google で調べればいいので、本は一切買う必要はありません。お金の無駄です。次に、どこまで勉強されたんですかっていう問い合わせについてですけども、僕はいろいろなシステムを変えました。で、結果マイナス3000万くらいました。ただそこから裁量で勉強し始めて、勉強しましたと。で、皆さんは結構そのロジックとかシステムとかね、シグナルツールとか、買いがちなんですけども、それは他力本願と。それだったら自分の感情が入ってしまうので、結果負けるのは当然の、結末と。で、僕は、完全他力本願の方がいいんじゃないかと。自動売買 EA とかに回した方がまだ納得できる。長期的に見れる。というところがあるので、ご安心かなと思っています。で、MTF 分析はされていますかという回答については、さっき詳細をチャートで見せました。MTF 分析されてない人は本当に危険なので、しっかりチャートを見るように。で、長方形のさっきの青の矢印ね。矢印じゃなくて青のこのボックス、使うようにすると非常に分析がしやすくなるので、ぜひ使ってみてください。バイナリーオプション、で、あとギャゾですね。ギャゾ。ギャゾ使ってくださいね。アプリ。で、バイナリーオプションを始めてどれぐらいに稼げるようになりましたかっていうと、1年ぐらいで稼げるようになりましたよと。で、バイナリーオプションと FX どっちが難しいですかと。よしあし、一長一短あるけども、基本的に出口がないということ。出口があるじゃん。あるって決められてるってことを考えると、バイナリーオプションの方が簡単ではないかと。で、どの通貨ペアで取引されていますかっていうところなんですけども、僕は全通貨。全通貨。ペア。はい。おすすめの通貨ペアというのはゴールド、ポン、オージ、ユーロ、オージ。僕は個人的に好きなだけ。で、難易度が高いのは、5ドル、ニュードル。直近勝率が激高通貨ペアはスイス、ニュージー、ポンド、円ですね。で、エントリー口座の何%のベットがおすすめでしょうか。5% から 10%、自動売買系は 3% から 5% が理想的ですと。まずこれ以上やった時点でもう投資家失格と思ってください。なぜ20万連打で約5万円、10万円なんですか。凍結するからというのが理由です。口座は何個も作れるんですか。作れません。着名取引は大丈夫なんですか。一応規約違反です。取引量が少ない通貨ペアもエントリーするのはなぜですかと。僕にとっては関係ないからですね。何の通貨でも関係なくできるから。で、この4通貨ぐらいのやつをやってるノウハウというのは非常に危険ですと。はい。これだけで勝てるっていうノウハウ系は本当に危ないです。特にユーロドルだけは一番危険です。どの時間メインで取引されていますか。11時から22時、ロンドンタイムでございます。で危険時間は0時から5時、ロンドンフィックスタイムは特にトレンドに乗りやすい時間です。株などはやられているんですかというところについては、やっています。で、仮想通貨は暗号通貨もやってい
ます。でシステムに関してはバージョンアップは今後予定していますかというのがあるんですけども、バージョンアップを予定しております。はい。またですね、期間限定で今モード2を配布しています。今現在の最新バージョンを期間限定で全員に配布してます。期間限定です。いつ終わるかはわかりません。明日終わるかもしれないし、明後日終わるかもしれません。システムはいつまで使えるんですかっていうところなんですけども、永久的に僕は死ぬまでは使えますと。自動売買の案内はこちら、相手に入力していただければ大丈夫ですよというところで、本日のご案内は Q&A は以上になります。50分と長々とお付き合いありがとうございました。バイバイ。